オーディンの子であり雷の神にして人類の守護者のトールはかつてない困難に立ち向かっていました。食べ物の袋が開かないのです。事の始まりはトールが人間の従者で俊足のシャールビーといたずら好きの神ロキと共に巨人の国ヨトゥンヘイムに出かけた時のことでした。途中で出会った巨人のスクリューミルが同行するといい、食料を自分の荷袋で運ぼうと申し出ました。ところが野営でスクリューミルが眠り込んでしまい、トールには巨人の荷袋を開けることができません。腹が減り苛立ったトールは巨人を起こそうとその頭をハンマーミョルニルで思いっきり3度叩きました。でもその度に巨人は落ちてきたどんぐりだと思いまた寝入ってしまいました。翌朝スクリューミルと別れた一行はウートガルズという巨大な砦にたどり着きました。長い広間で対面した巨人の王ウートガルザ・ロキは挑戦を持って客人を迎えました。それぞれ何かの能力で一番であることを示せというのです。まず最初にロキは自分は世界一の早食いだと言いました。それを確かめるため王は召使いのロギを呼び出し、食べ物で満たされた貝羽桶の両端に2人を立たせました。ロキは目にも止まらぬ速さで中央に向かって食べ進みましたが、2人が中央で行き当たるとロキは相手が食べ物を同じだけ食べたのでなく、骨や貝羽桶まで食べ尽くしたを目にしました。次にシャールビーはどんな動物よりも速く走りました。王が呼び出したのは精霊のような姿の巨人フギで、あっさりシャールビーを負かしてしまいました。負けず嫌いのシャールビーは再戦を求め再び負けましたが、差はわずかで、これほど速く走る人間は見たことがないと王は認めました。3度目シャールビーは命がけで必死に走りましたが、フギはさらに速く走りました。最後はトールの番です。王は角杯を差し出し、ここの者は皆二息で飲み干せると言います。杯に口をつけたトールはその驚くほど冷たくしょっぱい酒を一息で飲めるだけ飲みました。それからもう一息、さらにもう一息。しかし角杯の酒の水位がわずかに下がっただけでした。トールの有名な力の強さを試そうと王が課したことは簡単そうなものでした。王の飼い猫を持ち上げるだけです。しかしその猫はトールと同じ丈があり、持ち上げようとしても猫は背を丸めるばかりで、全力を出してやっと足が一つ宙に浮いただけでした。頭に来たトールは誰か巨人と戦わせろと求めました。王が選んだのは老いた巨人の子守女エリです。弱々しそうなエリでしたが、トールは組み伏せられず、だんだんと力が抜けていき、ついには膝をついてしまいました。3人は失望し屈辱的な気持ちで帰ろうとしていましたが、王は外へと見送りながら、城の中のものは見た目通りではないと打ち明けました。ロキが早食い競争で負けたのは相手のロギが山火事で行く手にある全てを食い尽くすからでした。シャールビーがフギに勝てなかったのはフギが思考を体現したものであり、常に行動の先を行くからでした。トールでさえ勝てなかったエリの正体は老いで、誰をもやがては弱くする存在です。他のものにしても同様でした。角杯を満たしていたのは海で、トールが飲んだために密火が起きました。猫は世界を取り巻く蛇で、トールが持ち上げたために地球が傾きました。スクリューミルはウートガルザ・ロキの仮の姿で、トールがハンマーで叩いたため周りの山に谷が刻まれました。巨人の王は3人の力量を称えましたが、恐れをなしてその後二度と国に入れませんでした。トールの一行は挑戦には失敗しましたが、不可能を成し遂げようとして力の限りを尽くし、誰も期待しないような形で世界を変えたのです。これらのビデオで学んでください。チャンネル登録で新たなことを学ぶチャンスを。